将棋基本の棋、今日のテーマは駒の動きです。ルールを覚えるのって結構大変なんですが、わかりやすく紹介します。では行きましょう。将棋というのは王様を先に取ったら勝ちのゲームで、8種類の駒、それぞれ20枚ずつを交互に動かして戦います。今日はその駒を2つのチームに分けて紹介します。1つ目はチームお宝です。これは接近戦が強いのが特徴のチームで、王将と金将と銀将の3種類がいます。王将と玉将は王に点がついているかどうかの違いなんですが、これは動きは一緒でマナーの面で違いがあります。王将は年上や将棋が強い人が使って、玉将は年下や対戦相手よりも将棋が得意じゃない人が使います。そんなチームお宝は下の図面で赤の四角で囲った場所にいます。1段目の真ん中あたりですね。2つ目はチーム飛び道具です。これはたくさん進めることが特徴のチームで、飛車と角行と香車がいます。チーム飛び道具は赤の四角で囲った場所にいます。最後はその他のチームです。桂馬と歩兵がいます。歩兵は3段目横1列に9枚並んでいて、桂馬は1段目にいます。桂馬は変わった駒なので最後に紹介します。まずは動き方、歩兵から見ていきましょう。一つ目は歩兵です。歩と呼ぶことが多いこの駒は3段目に横1列9枚並んでいます。動きはこんな感じで前に1マスだけ進むことができます。一番弱い駒なんですが、歩のない将棋は負け将棋と言われるくらい大切な駒です。次はチームお宝の駒の動きを順番に見ていきましょう。まずは王将、玉将です。1段目真ん中にいる駒です。王将は周りのマスすべてに進むことができます。さすが一番大事な駒なだけあって強いです。次は金将です。王様の横に2枚いる駒です。金将は斜め後ろ以外すべてに動くことができます。後で出てくるので今はまだ動きを覚えなくても大丈夫です。次は銀将です。金の隣に2枚いる駒です。銀将は前3マスと斜め後ろ2マスに動くことができます。さっきの金将とちょっと似ていて難しいですが覚え方を紹介します。こんな感じです。矢印を万歳する人に例えてみました。真ん前が頭で、斜め前が手、斜め後ろが足です。どうですか？矢印が人の形に見えてきませんか？これでチームお宝は終わったので、次はチーム飛び道具を紹介します。まずは飛車です。飛車は縦横にどこまでも進むことができます。攻撃のリーダーとなる最強の駒です。続いては角行です。飛車の反対左側にいる駒で、飛車と同じぐらい強いです。角行は斜めにどこまでも進むことができます。バッテンで覚えやすそうですね。チーム飛び道具最後の駒は香車です。香車は前にどこまでも進むことができます。飛車と同じく駒の名前に車がついているので動きが連想できると思います。最後はその他の駒、桂馬を紹介します。桂馬は横に1マス、前に2マス、2箇所に進むことができます。この駒は唯一他の駒を飛び越えることができる駒です。右の図のように敵の駒が3枚前に並んでいたとしても、このように飛び越えて前に進むことができます。味方の駒が並んでいても同様に前に進むことができます。では他の駒はどうなのか、香車で説明します。桂馬以外の駒は味方の駒を飛び越えることができないので、その一つ手前まで進むことができます。敵の駒は飛び越えることはできませんが、重なるとこのように取ることができます。取った駒をどのように活用するかについてはまた別の動画で紹介します。これで全ての駒の動きの紹介終わったので、続いては成り駒について紹介します。成り駒とは敵陣に入ってパワーアップした駒のことで、駒を裏返す動作のことを成ると言います。ちなみに王と金はできません。敵陣とは相手の駒がいる3段目までのことで、自分の陣地のことは自陣と言います。では王様と金は成ることができないので図から除外して、まずは銀、桂、香、歩が成った時にどんな動きをするか紹介します。
下の図で赤く四角で囲ったのが銀桂香歩です。ほぼ全てですね。では行きましょう。これらの駒は成銀、成桂、成香、と金という風に名前が変わるんですが、全て金と同じ動きをします。先ほど金の動きはまだ覚えなくていいと言った理由がここでお分かりいただけたかと思います。ちなみに金の動きはガリガリ君のアイスの形なんて覚えるといいかもしれません。続いては角行です。角行はなると馬に変わります。馬は元々の斜めに加えて周り全部に動けるようになります。ラスト、飛車も同様で、なると竜という名前に変わるんですが、元々の縦横に加えて周りすべてに動けるようになります。馬と竜は最強の駒ということで、ぜひ覚えておいてください。駒の動きの説明は以上です。ご視聴ありがとうございました。